昔々、日本の小さな村におじいさんとおばあさんが住んでいました。二人はとても優しく、毎日真面目に働いていました。おじいさんは山へ木を切りに行き、おばあさんは川へ洗濯に行きました。しかし、二人には子供がいませんでした。それでも二人は仲良く暮らしていました。ある日、おばあさんはいつものように川へ洗濯に行きました。川の水はきれいで、山からの風がとても気持ちよく吹いていました。おばあさんは歌を歌いながら洗濯をしていました。すると川の上から大きな桃が流れてきました。その桃はとても大きくて、今まで見たことがないほど立派な桃でした。おばあさんはびっくりしました。まあ、なんて大きな桃でしょう、と言いました。桃はゆっくり川の水に流れて、おばあさんの近くに来ました。おばあさんはその桃を拾いました。これはきっとおじいさんが喜ぶでしょう、と思い、おばあさんは桃を家へ持って帰ることにしました。家に帰ると、おじいさんはもう山から帰っていました。おばあさんは大きな桃を見せて言いました。おじいさん、見てください。川でこんな大きな桃を拾いました。おじいさんは目を丸くして驚きました。これはすごい桃だ。こんな桃は初めて見た。二人はその桃を食べようと思いました。おばあさんが包丁を持って桃を切ろうとしたとき、不思議なことが起こりました。突然、桃がパカッと割れて、中から元気な赤ちゃんが出てきました。おじいさんもおばあさんもとてもびっくりしました。赤ちゃんは元気に泣いていました。おばあさんは赤ちゃんを抱いて言いました。なんてかわいい赤ちゃんでしょう。おじいさんは言いました。きっと神様が私たちにくれた子供だ。二人はとても喜びました。そしてその赤ちゃんを自分たちの子供として育てることにしました。赤ちゃんは桃から生まれたので、名前を桃太郎とつけました。桃太郎は元気で強い子供に育ちました。毎日よく食べ、よく遊び、そしてよく勉強しました。桃太郎は村の子供たちの中でも一番強い子供でした。おじいさんとおばあさんは桃太郎をとても大切に育てました。桃太郎も二人をとても大事に思っていました。ある日、桃太郎はおじいさんとおばあさんに言いました。鬼ヶ島には悪い鬼が住んでいます。鬼たちは村の人たちから宝物や食べ物を取っています。僕は鬼ヶ島へ行って鬼を退治します。おじいさんとおばあさんはとても心配しました。でも桃太郎の強い決意を聞いて応援することにしました。おばあさんは桃太郎のためにきびだんごを作りました。きびだんごは日本の昔のお団子でとてもおいしい食べ物です。おばあさんは言いました。このきびだんごを持って行きなさい。お腹が空いたら食べてください。桃太郎は言いました。ありがとうございます。鬼を退治して必ず帰ってきます。そして桃太郎は
旅に出ました。桃太郎が道を歩いていると、一匹の犬に会いました。犬は桃太郎に聞きました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？桃太郎は答えました。鬼ヶ島へ鬼を退治しに行きます。犬は言いました。それはすごいですね。もしよかったら私も一緒に行きたいです。桃太郎はきびだんごを一つあげました。犬はとても喜んで仲間になりました。少し歩くと今度は猿に会いました。猿も聞きました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？桃太郎は同じように鬼ヶ島の話をしました。猿は言いました。私も強いです。一緒に鬼を倒しましょう。桃太郎は猿にもきびだんごをあげました。猿は喜んで仲間になりました。さらに歩くと空からキジが飛んできました。キジは桃太郎の前に降りました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？桃太郎はまた鬼ヶ島の話をしました。キジは言いました。私は空を飛べます。鬼ヶ島の様子を見ることができます。桃太郎はキジにもきびだんごをあげました。こうして犬、猿、キジが桃太郎の仲間になりました。4人は一緒に鬼ヶ島へ向かいました。長い道のりでしたが、みんなで助け合いながら進みました。山を越え、川を渡り、海の近くまで来ました。海の向こうに鬼ヶ島が見えました。大きな島で鬼の城がありました。桃太郎は言いました。みんな、準備はいいですか？仲間たちは元気に答えました。はい、桃太郎さん。船に乗って海を渡り、ついに鬼ヶ島に着きました。鬼の城はとても大きくて強そうな門がありました。キジは空から飛んで鬼の様子を見ました。そして戻ってきて言いました。鬼はたくさんいますが油断しています。桃太郎は言いました。今がチャンスです。みんなで力を合わせて戦いましょう。まず、キジが空から鬼を攻撃しました。キジは鬼の目をつつきました。鬼たちは驚いて大声を出しました。その時、犬が鬼の足に噛みつきました。猿は素早く動いて鬼の背中に飛び乗りました。桃太郎も勇気を出して鬼と戦いました。鬼たちはだんだん弱くなりました。鬼の王様はとても大きくて強い鬼でした。でも桃太郎は諦めませんでした。犬、猿、キジも一緒に戦いました。みんなの力を合わせると鬼の王様もだんだん負けそうになりました。最後に桃太郎が大きな声で言いました。もう悪いことはするな。鬼の王様はついに負けてしまいました。そして言いました。もう悪いことはしません。どうか許してください。桃太郎は言いました。村の人たちから取った宝物を全部返してください。鬼たちはすぐに宝物を持ってきました。金や銀、きれいな着物などたくさんの宝物でした。桃太郎たちはその宝物を船に乗せました。
鬼たちはもう二度と悪いことをしないと約束しました。桃太郎は仲間たちに言いました。みんなのおかげで勝つことができました。本当にありがとう。犬も猿もキジもとても誇らしい気持ちでした。桃太郎たちは船に乗って村へ帰りました。長い旅でしたが、みんな元気でした。村に近づくと、村の人たちは桃太郎の帰りを待っていました。桃太郎が鬼を退治したという話は、もう村中に広がっていました。おじいさんとおばあさんも桃太郎を迎えに来ました。桃太郎の顔を見るととても安心しました。おばあさんは言いました。無事に帰ってきてくれて本当に嬉しいです。おじいさんも言いました。桃太郎は本当に立派な子供だ。桃太郎は鬼ヶ島から持ってきた宝物を村の人たちと分けました。村の人たちはとても喜びました。そして桃太郎と仲間たちを褒めました。犬、猿、キジも村で人気者になりました。それから桃太郎はおじいさんとおばあさんと一緒に幸せに暮らしました。村の人たちも安心して生活できるようになりました。犬、猿、キジもずっと桃太郎の友達でした。こうして桃太郎の勇気と友情の物語は長い間人々に語り継がれていきました。めでたしめでたし。今日は桃太郎の物語を聞いてくれてありがとうございました。このお話は日本でとても有名な昔話です。勇気、友情、そしてみんなで力を合わせることの大切さを教えてくれます。皆さんはこの物語をどう思いましたか？桃太郎や犬、猿、キジのチームワークは素晴らしかったですね。ぜひコメントであなたの感想を教えてください。そしてこの動画が良かったらいいねとチャンネル登録をお願いします。これからも日本語のリスニング練習に役立つ動画をたくさん作っていきます。また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。